皆さんこんにちは、藤本ホセマリです。今日はシングルスのレシーブの解説をしていきたいと思います。シングルスのレシーブの動き方よくわからないという人もいますし、昔と動き方がだいぶ変わっているので、私自身もシングルスのレシーブ苦手だったんですけど、だいぶできるようになったので、それを皆さんに伝えていきたいと思います。それでは行ってみたいと思います。はい、じゃあまず構え方から、説明していきます。まず構え方なんですけど、股関節からしっかり曲げて、足を肩幅より少し開いて、つま先は外側向けていきます。こういう構え方とか、体が少し右に乗ってるとかじゃなくて、左右対称に構えていきます。パワーポジションの構えです。で、この時に、重心がしっかり真ん中を取れるようにしていきます。こうね、動きながら戻ってきて重心がこう崩れてしまう流れでは、サイドのレシーブね、こう重心が乗った反対側の方に来た時に遅れたりすることがあるので、しっかりこう戻ってきた時にちゃんとバランスをしっかりとって両足着地をするっていうところを意識して構えられるようにしてください。はい、あと重心なんですけど、重心ね、真ん中よりちょっと左ですねのところに、取るんですが、この結構ね、かかとをすごい上げようとする人がいるんですが、かかとは上げないでしっかり床を捉えてください。で、ただ重心位置は少しつま先寄りになっていきます。両足の親指にしっかり力が乗るように構えてもらいます。こうかかと寄りに重心が移動してしまうと動けなくなってしまうので、少しつま先側に重心を乗せるようにして、そこから右左に動けるようにしていきましょう。はい、じゃあ次に動き方の説明をしていきます。まず相手のスマッシュのこの打つタイミングと、このリアクションステップの着地のタイミングをうまく合わせられるようにしてください。このタイミングを結構遅くしてしまう人が多くて、相手が打った瞬間にジャンプして空中でシャトルが飛んできて、ついてから取りに行ったらもう間に合わないっていうパターン結構あります。なので、相手がスマッシュを打つ瞬間とリアクションステップの着地の瞬間をうまく合わせられるようにして、で上手い人になってくるとそのタイミングを外してより早く打ってくる時もあります。だから気持ち少し早めに着地してもいいです。で着地を早めにしたんだったら股関節を、しっかり曲げていって、重心を真ん中に取りながら曲げていって、さらにそこから横に動き出していくっていう風にしていきます。で横に動き出す時なんですけど、基本的には足を一歩出して体を倒す、両足着地してから足を一歩出して体を倒していくっていう動きになっていくんですが、動きとしてはパッパパッパパッパ、こういう動きになっていきます。こういう動きになってしまう人が結構多いんですけど、こう特にフォアですね、こういう動きじゃなくて一歩でまず動ける力をつけてください。これだと遅くなる時があります。なので両方できるようにしてもらった方がいいんですけど、まずは一歩で動く、一歩で動くっていう風にしてください。でその時に体を倒す力が弱いと膝からいってしまいます。こういう動きになってしまいます。こういう動きになってしまいます。そういう動きだと、レシーブ安定感がないです。取れたとしても次が遅れたりとか、あとは、サイドの守備範囲が狭くなったりするので、体を倒す動きをしっかり、練習してください。でこれがうまくねできないっていう人は、チャイニーズステップとかでこういう動きをたくさんやって、パッパ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 っていう動きを作れるようにしてください。あとこの足の幅ですね、ここも狭いとサイドの幅取れないので、できるだけ肩幅より少し大きめに取って自分が取れそうなこの足の幅のできるだけ最大ぐらいまで広げられるようにして横を取れるようにしてみてください。はい、動き出す時リアクションステップは必ずしも1回とは限りません。相手のね、タイミングの外し方がうまければ自分でこうリアクションステップした時にタイミングずれてしまう時もあります。そういう時は2回でもいいので、こう2回でもいいのでリアクションステップが、何回でも踏んでからでも動けるようにね、ぜひしてみてください。
はい、じゃあ次にグリップの説明をしていきます。このグリップ結構難しくてですね、ちょっと近くで、説明していきます。グリップを持つときにですね、フォアに来たときはフォアグリップ、バックに来たときはバックグリップっていう風にしてしまうと、このグリップの持ち替えから間に合わないパターンも出てくるので、自分はもう今バックハンド寄りのグリップ、完全にバックハンドではなくてバックハンドよりこの斜めのところに親指を当てられるようなイメージのバックハンド寄りのグリップですね。でこれをこのグリップにすることでフォア側とバック側グリップ変えなくても取れます。ボディ側に来た球もバックハンドのレシーブで取れます。なのでこの持ち替えるっていうことに関して悩まなくてよくなります。なのでバックハンド寄りのグリップで当てていくっていう意識で今日は練習していきたいなと思います。はい、次に立ち位置の説明をしていきます。基本的にはこれがコートだとして向こう側にサーブを打ったりサーブやロビングを打った場合ですね、構える位置はこの辺り、その打った側の方に体を寄せていきます。寄せてストレートの球がまず速いので、まずそれを一歩で取れる位置、一歩か動かなくても取れる位置に移動する。でクロスは球が遅くなってくるので、そのクロスの球に対しては足でしっかり取っていく位置に移動していきます。で逆に反対側にロビングを打った場合はそっち側の方に寄ってストレートの球を動かないでも取れる位置、クロスに来たらしっかり足で動かして取る位置っていうところまで移動していきます。なので上げた方向に寄るっていうことを意識して立ち位置を意識していきます。はい、例えばこっちに打ったらここで構える、こっちに打ったらここで構えるっていうふうにしてください。はい、じゃあ次に、打ち方の説明をしていきます。まずですね、フォア側に来た球に対しては、体を倒して一歩出すんですけど、その時体をねじってこの腕を引いてそのまま当てていくんですけど、打つ直前までは体を伸ばしてこう打っていきます。当たる直前に腕を固めてこういう感覚ですね。右手と左手を使ってこういう感覚でレシーブしていきます。体幹で打つっていうことですね。これを手首とか肘先で打ってしまうと飛ばしすぎてしまうので、レシーブに必要な力というのは本当に少しの力で十分です。なので一歩出して腕を固めていきながら小さく当てる、パッパッっていう動きですね。この動きとこの当て方ですね。この動き方、この動かし方をしっかり、できるようにしてください。こうインパクトを作るんではなくて、ネット前に返すんであれば小さく当てていく、小さく当てていく、小さく当てていく意識でやっていきます。でバックハンドも基本的には同じようにしていきます。構えから親指から蹴り出して体をねじっていきます。ねじっていきながらこの、腕のこの上腕の部分をこう持っていきます。こう持ってきたらもうこの時点でテイクバックができているので、テイクバックから打ち出す時に腕を開きながら小さく当てていきます。ここで力を入れて腕を固めていきます。固めていってこれを板のようにしてネット前に小さく返していく動きになっていきます。パパパっていう感じで打っていきます。結構打つ時に体が固まっちゃったりとか固めてしまう人多いんですけど、しっかりこの体のねじりものすごく大事なので、このねじりは絶対に使えるようにしてください。こうだと守備範囲狭くなってしまいます。遠くまでしっかり遠くまで取れるようにこの体のねじりうまく使えるようにしていきましょう。はい、最後にもう一つ当て方についても説明していきたいと思います。バックハンドグリップで持っているので、基本的に当てる時に、こうフラットじゃなくて少し切りながら、こうですね、切りながらバックハンド側も切りながら打っていきます。切りながら打つことでネット前ギリギリに返すことができます。で、その時にですね、後ろから前に向かって振るパターンと
あと横にラケットを出して、このラケットの面が少し斜め前を向いているので、そのまま上に持ち上げるパターン、バックハンドもそのまま上に持ち上げるパターンの2つがあります。なので余裕がある時は後ろから前でこう振っていきます。で余裕がない時はもうラケットを出してそのまま上に持ち上げる、そのまま上に持ち上げるっていう打ち方もあるので、この当て方、後ろから前だけで覚えるんじゃなくて、ラケットを出して上に上げていく、上に上げていくっていうパターンもぜひできるようにしてください。はい、じゃあ実際に打っていきたいと思います。はい、まずフォア側のレシーブからやっていきたいと思います。それで、構え方、動き方、立ち位置、当て方意識してやっていきたいと思います。はい、じゃあお願いします。あはい、こういう当て方をすることによってネット前に落とすことができます。でこれをフラットで打ってしまうと球が伸びすぎて、次また相手がね攻撃してくるチャンスができてしまうので、できるだけネット前でしっかり動かしていく、ネット前に落として動かしていくっていう、球が打てるように、やっていきます。もう一回いきます。はい、っていう感じでフォアしっかり打てるようにしてください。で今のは当て方としては後ろから前、後ろから前っていう、当て方だったので、今度、横に出して下から上っていう当て方をやっていきたいと思います。はい、こうやって下から上に持ち上げる打ち方でも返すことできますし、後ろから前に打つ打ち方で返すこともできるので、両方できるようにしてください。はい、じゃあ次にバックハンド側のレシーブをやっていきたいと思います。さっきと同じように立ち位置、打ち方、当て方、意識してやっていきます。それでは見てください。はい、それでは今度は当て方をですね、こうラケットを出して下から上に持ち上げながら打つ打ち方もやっていきたいと思います。
はい、っていう感じでこう持ち上げながら打つ感覚、ぜひできるようにしてみてください。はい、じゃあ次に、今度クロスに飛んできた時の足をいっぱいこう出さなきゃいけない時の動き方をやっていきます。バックハンド側にこうフォアをねストレート張ってて、バックハンド側に球が来た時にリアクションステップ取ります。そこから左足に1回乗せて股関節に乗せていくんですけど、そこで足りなかったらそこからもう一歩出して打つような流れになっていきます。なのでこういう形で打っていきます。からはい、打つ時に少し力をこういうさっきの、体幹を使うということと、あと腕を、固めていくところでコントロールしていきます。ここからっていう動きですね。で逆にフォアの方に関してはまず一歩出します。でそこから届かなかったらもう一歩足を出していくような動きになっていきます。こういう動きですね。でフォアの場合はこれが全てではないです。バック側に来た動きっていうのは、先ほど説明した動きで、ほぼほぼ間違いないと思うんですけど、フォア側に来た球というのはこういう動きもあるしこういう動きもあるので、フォア側の方はねバリエーションがいくつかあるので両方できるようにしておいてください。まずは両足着地します。一歩出してそこから距離が遠かったら右足でジャンプして一歩ついて取るみたいな形になってきます。ただこれがですねカットとか低い球になると今の動きで取るのが難しくなってくるので、そういう時は足を出してこういう低く来た球に対応できるフットワークで動いていきます。なので動き方2種類あるので両方覚えられるようにしてください。それでは行ってみたいと思います。はい、じゃあまずは右側に上げたところからのレシーブやっていきたいと思います。はい、じゃあ次左側に上げたところからのスマッシュレシーブやっていきたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今日はシングルスのスマッシュレシーブをやっていきました。で一番難しいのはこの両足をついて一歩出す、両足ついて一歩出す。動き的にはシンプルなんですけど、実際これやるとですねうまくできない人すごく多いので、足をこうパッて出せる動き、ぜひたくさん練習してできるようにしてほしいなと思います。あとは当て方のコツ、打ち方のコツですね。そこも、ぜひ意識してこう後ろから前だけじゃなくて上に持ち上げるとか、そういうところも、ぜひ練習してやってみてください。また動画やっていきたいと思いますので、ぜひ見てください。バイバイ。